線クラシックチャンネルへようこそ。クラシック音楽好きのなこです。先週出したシベリウスの動画はご覧いただけましたか？シベリウスといえば一般的にはフィンランディアが有名ですが、ベートーベン以後最大の交響曲作家と言われるほど交響曲が素晴らしいんです。そこで今回、自他ともに認めるシベリウスの大ファン、マエストロの藤岡幸夫さんに、シベリウスが生涯で完成させた7つの交響曲の魅力をたっぷり解説していただきました。ちなみにこちらが藤岡幸夫さんの経歴ですが、ご覧の通りイギリスで学ばれ、その後もイギリスで長く活躍されています。このイギリスという国、実はシベリウスの曲の上演と研究が最も進んでいる国の一つなんです。そして藤岡さんの師匠である渡辺明夫マエストロもシベリウスの大家としてよく知られている方です。まさに今日本でシベリウスといえば藤岡幸夫さんということで、今日の動画ぜひ最後までご覧ください。シベリウスっていうとね、フィンランドの作曲家でよく言われるのが、とても北欧の自然ねとか、あと神話とかそういうのを感じられるってすごいよく言われて、それは当たり前なんですけれども、管楽曲はね本当にそうなの。もう本当に北欧の自然とか神話のに沿って書かれてる曲もいっぱいあるし、ただ交響曲っていうのは当然その北欧の自然を感じるのは当たり前のことで、でもさらに本質は他にあるんだよね。でマーラーっていうのはすごくオペラ指揮者でさ、彼の音楽ってすごいちょっと芝居がかってんだよねで大げさで、マーラー自分のこと大好きだったから、ところがシベリウスっていうのは自分のこと嫌いだったんだよ。すごい自分に対して批判的で、その音楽にすごくね全く嘘がないんだよ。そうすると真面目な人間に見えるじゃん。ところがすごい借金して、今で言うとカード破産、お金がないのにいろんな贅沢なもん買っちゃったりとか、借金して、あとサウナを作っちゃったりとか自分の家に。それからあとお酒が好きで、もう3日間そのバーにで朝から晩まで飲んでて家に帰らなかったりとか、すごい愛国心の強い人だったからさ、喧嘩して警官に捕まって牢屋に入れられちゃったりとかさ、そのベルリンでね愛国心強くて、そういうものすごい激しいところがあるわけで、日本でいうとシベリウス、特に交響曲ってなんか渋いイメージがあるんだけど、北欧の勘で必ず北欧の自然がって言うんだよだからそんなの当たり前で、そうじゃなくて本質はねすごく他にあるんですよ。でそのシベリウスのその交響曲の中の本質、他にある本質を理解すると、その曲の面白さがよく分かってくると思うんだよね。で具体的に言うと2番が有名なんですよ、シベリウスの交響曲って言って2番がすごく有名でも僕は1番が好き、で1番の方が僕聴きやすいと思うんだよね。ただ2番は4楽章があまりにも有名ですごくヒーロイックで最後力強く終わるから2番のが人気あるんだけれども、1番はまずあんまりシベリウス聞いたことない人にめちゃくちゃおすすめだね。もう旋律美あふれるしさ。で1番っていうのはものすごいギラギラした時のシベリウスで、ものすごく愛国心が強くて、でシベリウスっていうと日本で有名なフィンランディアなんだよね、管楽曲で。あれは本当に当時フィンランドってロシアに支配されていて、でそこからなんとか独立するぞっていうので書いた曲で、ただ当時やっぱロシアの政府がさ目つけられると演奏できなくなっちゃうから、フィンランディアって名前ついてなかったんだよね、それ愛国的な名前はまずいから、でもそれ後になってフィンランディアっていう当時イタリア風にさ名前をつけるのがおしゃれだったから、このフィンランディアってのはイタリア風なんだよ、なんですよ。でフィンランディアってなって、あれはもうでも本当その通り愛国心の強い、もう素朴絶対独立するぞって、そういう思いの強い曲なんですよ。でその後出てきたのはこのシベリウスの交響曲1番って、やっぱりその愛国心がものすごく強いし、民族的な部分もものすごく強いし、あとチャイコフスキーの影響も彼は受けてるんだよね。で自分も絶対素晴らしい交響曲書くぞっていう思いが込められて、ただ、ハッピーエンドじゃないのよ、だからもう1楽章も2楽章も3楽章も4楽章ももう旋律部にあふれてて、もう特に1楽章はねの再現部は僕振ってて、もう嵐の定時部があって展開部でもう嵐のようになってお太鼓もなってゴロゴロゴロってなって、そこからハープがブローンってなって再現部になるんだけど、そこなんかね何度振ってもそこ鳥肌立つね、1楽章のところなんかね。とにかくね1楽章でもう必ずこの鳥肌立つところをね、じゃあちょっと今僕の演奏で聴いていただきます。
ね、1番が2番ほど人気が出ないのはおそらく最後の数小節なんだよね。最後はピッチカートで静かに終わっちゃうんだよ。で静かに終わっちゃってちょっと暗くてね、僕のイメージで言うと To be continued なんで何にも解決しない続くなんだよ。だからやっぱりそのロシアの独立だって言って思いがすごく叫んでんだけど、まだその勝利じゃないわけよ。そういう終わり方なんだよね。だからあの終わり方ゆえにおそらく2番ほど人気がないだけで、全体で言ったら僕は1番の方がおすすめだけどね。もう4楽章のね雄大なメロディーなんか最高だよ。これもちょっと聴いていただけると嬉しいんですが。で2番っていうとですね、一番人気あるんですけれども、祖国に対する勝利の思いのこもってる曲だってフィンランディアみたいにねよく言われるんだけど、実はシベリウス自身はそれ否定してるんですよ。なぜかっていうと、一番この曲の本質っていうのはね、娘を亡くしてるんですよ。でものすごい彼は落ち込んだんですよね。ただ知り合いのお金持ちがちょっとお金貸してやるから気分転換にイタリア行ってこいっつって奥さんとその他の子供をね連れてイタリアに行くわけ。遊びに行ってからちょっと滞在しに行きに行くところが、それでも彼はものすごく自分のことを責めて、娘さんのことで結局ね妻子を突然置いてっちゃってね、それでローマに一人行っちゃうんだよ。しかも長い間。それでもうそんな信じ考えられないでしょ。で結局妻子を置いたままこの2番っていうのを書き上げられてるんでね。でね、よくね僕の師匠の渡辺明夫先生っていうのはもう世界で初めてシベリウスの交響曲全集を作った人で、シベリウスの大家って言われてて、すごいこの2番は箱だったんだけど、よく明夫先生が言ってたのは藤岡君って言って、この2番の交響曲は2楽章勝負だよっつって、もう2楽章にはそのいろんな叫びがあって、自分に対する怒りとか、それからもちろんロシア当時の愛国心強かったからロシアに対する怒りももちろんあったと思う。で誰が振っても4楽章はうまくいくんだと。すごくいい曲がところがやっぱり2楽章がもう本当にたった今作曲し終わってまだ陰気が乾ききってないような、そういう音楽にしなきゃダメなんだよっていうのはすごいいっぱいスポルザンドとか SSS とかすっごい強烈なアクセントとかいっぱいあるんですよ、2楽章っていうのはね。だからそういうのをどれだけできるかで、4楽章はもうこの雄大なメロディー。で僕は思うんだけど、シベリウス自身はもちろんこれはロシアに対する独立の曲じゃないっていうふうに言ってるんだけど、でもやっぱそういう部分は絶対あると思うんだよね。やっぱりその民衆に対して。ただ本質はね、一番の人は自分を奮い立たせてるんだと思うんだよね。その落ち込んでる自分をもう奮い立たせるっていう思いが込められていて、それが結果的に民衆聴いてる人を奮い立たせて、そのロシアから独立だっていう、そういうように響いたんだと思うんだけどね。いやでもこの曲はやっぱ人気あるよね。最後はすごい力強く終わるからさ。ただまだロシアから独立は達成はしないんだけど。
でね、3番になるとねガラッと変わるんですよ。1番2番がチャイコフスキーの後を継ぐようなとっても濃厚でロマンティックで激しい雄大な交響曲なんだけれども、3番はねぐっとコンパクトになるので、でどういう時に書かれたかっていうと、気分転換に結局田舎に引っ越すんですよ、シベリウスが。やっぱりその娘を亡くした悲しみからまだ抜けきれてなくて、で田舎で引っ越して最初は楽しげに始まるわけ。ちょっと冒頭聞いてもらうとね、全然今までと違ってない楽しげな音楽なんですけど、ちょっと聞いていただきます。まあこういう感じなんだけど、ところがまあ一楽章もこの後どんどん力強く発展していくんだけども、最後ね、終楽章の最後になると突然ね、最初ねちょっと混沌とするの。終楽章の冒頭は当時流行ってた無調の音楽みたいな、ちょっととっつきにくい音楽になって混沌とするんだけど、それはある意味その感情とは別にその芸術的ななんか挑戦みたいなのかもしれない。そういうか突然賛美歌風のメロディーがパッて現れるんですよ。でそのメロディーが何かっていうと、昔娘が亡くなった頃に書いていった未完のオラトリオがあるんだけど、その中で「神に祈る人」っていう曲のメロディーの賛美歌なんだよ。それが突然現れるんだ。結局田舎に引っ越して気分転換を図っても娘を失った悲しみから立ち直れてないわけよ。でシベリウスの音楽ってね、これね1番から7番まであるんですけど、全部の作品に共通してるんだけど、シベリウスのものすごいマグマなんだよ。必ずマグマが顔を出すわけ、激しい。1番も2番も。でこの3番は最後の最後までマグマが顔を出さないんだけど、この賛美歌が出た後どんどん音楽が力強くなって異様になって、とても賛美歌とは思えないような音楽になってくのよ。それで最後マグマでなんか強烈になんかね、普通じゃないなっていう雰囲気になってくる。音楽がね発展していって最後終わる。で結局もう叫び声で終わるみたいな。ちょっと最後の普通じゃないところじゃないようなところちょっと聞いていただきましょう。でこれね、シベリウス大好き上級の人は4番が好きなんですよ。そうなんですね、4番が好き。ものすごいとっつきにくいんだけど、フィンランドではバイブルという聖書と呼ばれてるんですね。この曲はね非常にとっつきにくいんだけど分かるとハマるっていうね。この4番を書いた時っていうのは、シベリウスは腫瘍が喉にできてて、自分でがんだと思ってもう死ぬと思ってるんですよ。でその死の恐怖の淵でこの4番書かれてる。非常にね暗い、はっきり言って暗いんだけど精神性が高いというか、媚びへつらいをしないというか、例えばマーラなんか大げさだからさ、6番の悲劇的なんてさバコーンってハンマー叩くじゃない。でもシベリウスはそれと同じだけの効果をこの4番では休符なんだよね。何にもない音の休符でそれと同じだけの衝撃を作るっていうね、大げさなマーラ全てをそぎ落としたシベリウスみたいな、似た時代の人ですから、まあシベリウスの後なんだけどもっていう作品でね。特に3楽章はね、渡辺明夫先生が僕が死んだらその
お別れの会でこの3楽章を指揮してくれっていうふうに遺言残して言われたんだけど、まだデビューする前に死んじゃったからさ、結局指揮できなかったんだけど、やっぱりねこの3楽章のクライマックスは普通じゃないね。ちょっとそこの部分を聞いていただきましょう。まあとっつきにくいかもしれないんだけど、あと4楽章すごく面白くて、4楽章はこの絵描いてる時って島にいたのね。で島が嵐だったのよ。で嵐でカランコロンカランコロン教会の鐘が鳴ってる時にその彼は書き残してるんだけど記録を、もう体中が興奮したんだって、その嵐でものすごい音で教会のね鐘がカランコロンカランコロンっつって、でその中で体が興奮しながら曲を書いてるっていう。で鐘が出てくるんですよ。でこれねでも途中でいろんないきさつがあってグロッケンを使われるようになっちゃったんだけど、で実際本来はグロッケンだっていう間違った文献とか出てんの。でもまあ正しい文献も出てるんですよ。正しくは本当はチューブラベルなんだっていう。でその証拠にね、そのオーマンディっていう有名な指揮者がシベリウス得意としてて、シベリウスのとこ行ったら、最近はみんなグロッケンシュピーゲルであれ演奏されてるけど、本来は自分はあれはチューブラベルで演奏してほしかったんだってことをオーマンディに言ってるし、で会った後にオーマンディはもう一回4番取り直してチューブラベルでやってんだよね。ただグロッケンシュピーゲルの方がいいやっていうところはグロッケンシュピーゲルのままにしてる。だからそのシベリウスとしては最初全部チューブラベルのつもりがみんなグロッケンシュピーゲルで演奏するようになって、おそらくお金の問題もあったと思うんだよ。チューブラベル当時ねそんな毎回いつでも使えるオーケストラっておそらくなかっただろうから。ただ僕は最初のシベリウスの思いの通り全部チューブラベルでやってるんで、ちょっとチューブラベル使ってるところ聞いてこういう感じでもう全然雰囲気違うから。まあでもこれ4番がいいなって思うようになったらもう免許変えてるんですよでもそうならなくてもいいけどね、僕も4番が本当にいいなと思ったのは50になってぐらいからね。意外とつい最近なんですね。で5番は実は僕が一番愛してるの方が。そうなんですね。5番っていうのは4番の時はそのがんで死ぬと思ってたんだけど、5番のを書いてる時ってもうがん治ったんだよ。だからそういう生きるさ喜びで、それからもう自然への参加でも非常にその内面的な喜びの感情がその自然を表現してるんじゃなくて感情を表現してるんだよね。で今演奏されてるのは通常版っていうのは改訂されて、どうしかというと初演版っていうのはなくなっちゃったんだよ楽譜。それでその後もう一回作り直したの、シベリウスが。それが今普通に演奏されてるやつなんだけど、で初演版っていうのは面白くて、この今演奏されてる通常版の時はしかもロシアから独立した後に書かれてるんだよ。5番はそう5番はそうだから、病気が治ったロシアから独立したもう生きる喜びと自然への参加にあふれてるんですよ。ただその最初の版っていうのは初行版っていうのはまあ最近出てるんだけど、まだロシアから独立する前で不協和音とかありえないのいっぱいあるんだよね。だから全然その5番ほど幸せじゃない。で5番はもう一番最初神々のオーケストラがねその山から現れてっていうふうにシベリウス自身が言ってんだよ。こう山がさ目の前にいるんで、それで1楽章の最後ではさ、これはもう狂気だっていう、もう本当に嬉しくてはしゃいでうわーっていうそういう思いにあふれてるんだよね。で最初はもう本当にねもう澄んだね透き通った空気で
自然で、ちょっと一番冒頭聞いてもらおうかな。もう本当にこれはもう自然を表してるね。もう本当に澄んだ空気で美しい自然っていう感じで始まるんですよ。ちょっと最初聞いていただいて。で最後は1楽章の最後はもうこれはね、もう狂気乱舞するっつってものすごいテンポが上がってって、もう子供がはしゃぐようにうわーってすごいテンションで音楽が盛り上がるんですよ。これもちょっと最後のところでちょっと聴いていただきたいんですけど、そして、もう2楽章もね、これはもう本当に自然の水の音が聞こえたりいろんなの聞こえたりするんだけど、で3楽章になると3楽章のメロディーはポップスでも使われてるよ。でね、ここねもう大好きな転調のところがあるんですよ。その終楽章の前半でちょっとそこのところ聞いてほしいんだけど、すっごいふってり気持ちいいの。ここです。でそのシミュレーションが、白鳥がねこう旋回して、それで飛び去って16番の白鳥、でそれがねその太陽に向かって飛び去ってた時に全部その銀のリボンのように見えて、それがもう今まで見た光景の中で一番美しかったって言葉を残して、それがそのままその終楽章の最後になってて、でものすごい高貴な姿だった。でそれがちゃんとその飛んでる姿が出てくる。金管がそれをトランペットがそれをやってちゃんと金管に高貴にって伸びるメンテって書いてあるんだよ。それがその白鳥の姿で、それが飛んでる姿の後にもう本当に生きる喜びが込み上げてきて、もう最後頂点を達するんだけど、まあね、もうこの交響曲は本当に僕は最も愛する音楽作品だね。いろんなまあいろんな思いは個人的なね思いも込み上げあるんだけど、すごいよくできてると思う。で実はでもロシアから独立した時に全てがフィンランド人が平和だったわけじゃなくて、やっぱりそのフィンランド人の中にもロシア派の人やなんかいて、いろんな争いがあったりしたんだよね。だからそういう暗い影みたいなのもこの5番の中にあるんだけどね。じゃあちょっとクライマックスから最後ちょっと聞いてほしいんだけど、頂点に達してスドアの神聖な調整なんだけど、スドアでその後バーンってなってしばらく急風になってまたバーンってなって急風になってってなるわけ、で割と多くの式なんで、そこねやっぱり急風が長いの嫌がってはしょっちゃうんだよねテンポ。で僕はもうテンポはしょらずにしっかり急風飛んで、それはどういうことかっていうと、もう噛みしめてんだよね。和音がバーンってなったらもう自然にそれが轟いてんだよ。バーンってバーンもうバーンってなってる。すごいだからその終わり方もすごい好きで、拍手が来ちゃいそうになるから、やっぱそこで拍手来てほしくないから、やっぱりはしょっ
ちゃうと拍手は来ないっていう安心感があるんだけど、テンポあんま走らないでやると拍手が来そうになる感じがするけど、それはねこっちが動いてまだあるぞっていうような振り方すれば、まあ拍手は来ないってことが分かったんでまあでも5番は本当に多分今まで最も5番を指揮してる指揮者の一人じゃないかな。そうですか、好んでもう好んですごい意識してる。で6番になると今度弟なくすんだよね、でやっぱ弟なくしちゃうってことで彼は境界戦法をもう一回勉強し直して非常に境界戦法的なところがあるんですよ。それがやっぱりこの6番のものすごい魅力で、自然なんだけど非常にメレンチックでもあったり、吉松隆さんはなんで作曲家になろうと思って有名な日本人の作曲家ね、吉松隆さん、この6番で6番を聴いて吉松隆さんは俺は作曲家になるって。吉松さんにとってショスタコーヴィチは大先生なんだけどシベリウスは神様なんだよね。で僕それ知らなかったんだけど、僕吉松さんのこと大好きでよくやってるじゃないの。で実は僕もシベリウス愛してて、あの人も吉松さん、あこれやっぱシベリウスが共通点なのかなと思って。だから冒頭からねもう澄んだ音色ですんごい綺麗なのよ。でじゃあちょっとここの冒頭聞いていただきましょうか。であとこの曲の特徴はね、バスクラリネットが唯一この交響曲で使われていて、バスクラが入ることによってその全体のサウンドがとってもねちょっと神秘的なっていうか特徴のあるサウンドにしてるっていうのがとっても面白い。で6番はでも好きな人はすごい好き。それこそ鈴木雅人君も6番が一番好きって言ってた。そうなんですね、すごくねファンタジーのそれまでは割とドロドロした世界なんだけど、6番になるともうちょっとそのドロドロさがなくなってファンタジーなんだよね、音楽が。でもう7番になるとですね、いよいよね短いんです、一楽章形式で。で神の姿が現れるんだよ、トロンボーンになって。もうねここはね神がね姿を現すところはたまらないです。でここじゃあちょっとここがその神様が現れるところです。
まあこれ見ててシベリウスあんまり聞いたことないなって人におすすめなのは1番か2番だね。で1番2番は知ってるけど1番2番の次何聞いたらいいっていう人はやっぱ5番だと思うんですよね。でもうシベリウスの真髄を理解したいって人には4番7番だね。あ、7番も。4番7番で6番はまたちょっと違う世界で、やっぱシベリウスのその澄んだガラスのような美しいそういうメルヘン的なね、また違った目を見たいっていう人には6番おすすめかな。3番だけ出てきませんでした。3番はね、そうだね、実はでも僕3番好きでよく取り上げるんだけど、3番はまあ6番と一緒でやっぱこういう面があるのかっていう面白さで、非常に室内学的にできてるんだけど、最初楽しげなのが最後こんな異様な音楽になっちゃうんだみたいなね、普通じゃない、そういう面白さ、シベリウスの面白さっていうのは、まああとはどれもそんなに長くないっていう。だからマーラーとかブルックがちょっと長いなと思ってちょっとしんどいなと思ってる人にはちょっと聞いてみたらってシベリウス言ってるし、確かになるほど。こんな感じでシベリウスはね、もうちょっとね評価してもらってもねいいと思うんですよ。でぜひ僕も関西フィルと23年の付き合いで何度も取り上げてきて、それで交響曲全集をね出したんで、それをね聞いていただけたら、4枚組5500円で安いんでそれはお得ですね。お得です、お得です。でしかもよくシベリウスチクスルスとか言ってもシベリウス交響曲ばっかり投げてやったりするんだけど、あれ日本のオーケストラは無理だと思うんだよ。どうしてですか？弾けてもね作品を理解するのに時間足んない。その一つのコンサートでいくつもの交響曲がある。だから僕はそう思って1年1曲交響曲で録音したんですよ。1年に1曲だけちゃんと練習して、しかもそのテクニカルな部分だけじゃなくてどういう曲なのか理解した上で演奏できるように、それからすごく面白いのはこれね、フィンランド人の人があんまり知らないんだけど、僕はイギリス15年いたじゃない。で僕のシベリウスやる強みっていうのは、シベリウスってフィンランドより先にイギリスで認めたんですよ。それで認められた。でシベリウスイギリスのオーケストラの式台何度も立ってんだよ、ハレーのオーケストラとかボーンマスとかリバプールで、僕はそういうオーケストラはやっぱり式台に立ってシベリウスをやって教えてくれるのね。で渡辺明夫先生もいろんな教えてくださって、結構ね明夫先生の教えとイギリスのオーケストラから教えられたことと同じ教えがいくつかあって、一つが面白いのはね、モデラートっていうの意味って通常よりも逆の意味なんだよね。モルトモデラートって言い方をよく使うの、シベリウスって。普通でいくとモデラートってなんか適度に流れるような速さだから、モルトモデラートってちょっと早めのテンポで勘違いしやすいんだけど、実はそうじゃなくて、シベリウスのモデラートはこれね、落ち着いてって意味に近いんですよ。だからモルトモデラートはものすごく落ち着いてだからテンポ逆に遅いんですよ。あとピューモデラートっていうのもよく出てくるんだけど、ピューモデラートはもっと落ち着いてってもうちょっと遅くっていう意味なんで、でもそれ知らないで逆の意味にとって、で実はイギリスではシベリウス何度も式台に立ってるから知ってる人多かったですけど、僕がイギリスにいた頃はね。ところがね、フィンランド人それ知らない人多いんだよ。だからフィンランド人の指揮者ってやったら速い演奏が多いんだよね。そのモルトモデラートはそういうの知らない。あとアンダンテもすごい遅いんだよ、シベリウスは。通常のアンダンテの感覚よりも遅い。でもすごい面白いよね。でどうしてかっていうと、実はシベリウスってフィンランドでは肩身が狭かったんだよね。すごい借金してて、カード破産もしてて、で国民の税金で借金を返してたから、シベリウスの曲を演奏する人はそのシベリウスの先輩指揮者だったんで、あんまり強いことさ言えなかったりしてさ、だからじゃないかなって僕は勝手に。でもイギリスだともうシベリウス神様だったから、もうシベリウスの自分の言う通りにみんなオーケストラ言うこと聞いてたし、だから割とそういう面では僕はイギリスでそのシベリウスの伝統を勉強できたのはすごく良かったと思います。さっき交響曲全集の話もありましたけど、藤岡さんがこれおすすめだなと思う名盤っていうと、実はね、バーンスタインとカラヤンはものすごいシベリウスのことよく理解してたね。で僕は特にバーンスタインはニューヨークフィールド全部出してるし、あとウィーンフィルもいくつか出してるんだけれども、特に1番とか5番なんていうのはバーンスタインの演奏はすごい遅いんだけどね。でもやっぱりこれが本来シベリウスが求めたもんだろうなっていう気がする。あとバルビローリとハレの本拠、で僕はバルビローリの本拠地だとマンチェスターに15年住んでたから、そのハレカンで僕初めてハレカンの定義でデビューした時シベリウスの一番選んで、みんなに「お前ハレでデビューするのシベリウス選ぶってむちゃくちゃだよ」って、それもう普通誰もやんないよ若造はっつって、いやでも俺はやるっつって、でもすごい逆にいろんなことを教えて、ハレがね
彼が教えてくれた勉強だったんだけど、バーンスタインもねバルビドーリもねやっぱりねかなりテンポゆったりなの。ウィンフィルは特に遅すぎる部分もあるんだけど、やっぱりでもね本質はついてると思う。でやっぱりそのニューヨークフィルのすごい本質はついてると思う。でも彼はもう理解してる。でも彼の方がもうちょっとテンポ早めであっさりしてるかもしれない。でフィンランド人の指揮者で僕が好きなサラステだな。サラステはすごい理解してると思う。でも他の指揮者でやっぱりなんかね、最近のフィンランド人の指揮者ってシベリウス早く演奏するのが流行りみたいで、早すぎるだろうっていうのがすごい多いかな。でもぜひねバーンスタイン聴いてみてもらったらすっごいなんかねものすごい深い演奏が、それぐらいですかね。ありがとうございます。皆さんはどの交響曲を聴きたくなりましたか？今日流した音源はすべて藤岡幸男マエストロの指揮、関西フィルハーモニー管弦楽団の演奏を使用させていただきました。それがこちらのシベリウス全集です。概要欄にリンクも貼っていますので、興味のある方はぜひチェックしてみてください。今日の動画が良かったと思った方はぜひグッドボタンも押してください。厳選クラシックチャンネルではクラシックをもっと身近にをモットーに有名な作曲家の紹介やクラシック音楽の歴史の解説、オーケストラ楽団や演奏家の紹介などをしています。クラシックに興味がある、クラシックにもっと詳しくなりたいという方はぜひチャンネル登録をして一緒にクラシック音楽のある生活を楽しみましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ブラービー！